仮組みを行い、主に飛行機プラモデルキットのレビューを行う動画なのだ。完成度を増すためのテクニックや塗装方法などは一切ないのだ。皆様のスケールモデルキット選びのお役立てていただける内容を目指しているのだ。今回は長谷川の72分の1定番シリーズ、エイタイの97式3号艦上攻撃機、いわゆる97艦攻12型の仮組みを行うのだ。今回もエイタイなのですね。そうなのだ。長谷川のエイタイは手頃な価格で人気の機体が揃っているので、これからも積極的に取り上げるのだ。なるほど。今回のナンバリングはいくつでしょうか？97艦攻12型は7番目なのだ。はいはい。価格はまた税込み880円ですね。そうなのだ。毎回だが、量販店やアマゾンで購入すればもう少し安く手に入るのだ。実売660円前後ですね。長谷川はこのキット以外にも限定品となるが爆走タイプやカウリングの形状が異なる11型も出ているのだ。このキットはいつ頃発売したのかしら？長谷川コンプリートワークスによると、1976年に発売されたキットなのだ。これまた随分と古いキットなのですね。そうなんだけど、このキットはもともとマニアホビーから出ていたキットなんだ。マニアホビー？ウィキペディアによると、1970年にできたメーカーでマニアックな日本機のプラモデルを出していたメーカーなのだ。でも1976年には長谷川に金型が写っているのね。そうなのだ。正確にはわからないけど、おそらく1970年頃のキットかと思うのだ。なるほど。この機体は他メーカーからも出てるのでしょうか？2016年にイギリスのエアフィックスから11型と12型が発売されたのだ。操縦席のディティールが細かく、主翼も折りたたみ形状を選択できるなど、まさに決定版と言えるキットなのだ。エアフィックスは価格も2750円と高いのですが、輸入キットとしてはそこまで高くはないのですね。そうなんだ。エアフィックスは在庫切れが多く、入手制に難ありなのだ。その点、長谷川は定番シリーズなので、入手制も価格も手頃なので、まだまだ第一選択肢に挙げられるのだ。なるほど。まずはパッケージ内容を確認するのだ。はいはい。パッケージは昭和16年空母飛竜搭載機が飛行しているイラストとなっているのだ。魚雷を搭載しているので、真珠湾攻撃直前の様子かしら。ちなみに旧パッケージはこちらなのだ。まさに来撃中のイラストとなっているのだ。昭和17年空母赤城搭載機インド洋トラトラトラの打電で有名な淵滝なので、セイロン沖海戦のイラストでしょうか。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが4枚、クリアパーツ、デカールは3種類、組み立て説明書、裏面の塗装図なのだ。デカールが3機種分は嬉しいですね。真珠湾攻撃時の空母飛竜搭載機、大東亜戦争直前の中国大陸の海軍航空隊所属機、セイロン沖海戦時の空母赤城、淵滝から選択できるのだ。価格にしては豪華な内容ですね。部品点数は49点で、72分の1にしてはやや多めの構成なのだ。次は操縦席なのだ。はいはい。操縦席は全部で11パーツ。この時代にしては部品数が多めですね。3人乗りの飛行機ってのもあるけど、時代を考えると凝った作りなのだ。ただパーツの引けや押しピン跡がむごいので、成形処理が必要となるのだ。あ、パイロットフィギュアが付属しないのですね。そうなんだ。その分操縦席がリアルにできているのだ。エンジンはどんな感じでしょうか？
4パーツ構成で栄11型エンジンを構成しているのだ。カウリングから覗けない奥の部分まで再現しているのだ。なるほど。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。主翼は3パーツ構成で上下貼り合わせ、主翼下には爆撃用の覗き窓がクリアパーツで再現されてるのだ。尾頭管は別パーツとなっているのだが、真鍮パイプで作り直してもいいかもなのだ。はいはい。主翼のパネルラインはオーモールドなのだ。運河でもなく深さもある程度ある感じですね。ところどころタガネを使って彫り直す箇所はあるかもなのだ。リベット表現などを自分で追加するのもありですね。胴体はどうでしょうか？胴体は左右貼り合わせなんだけど、胴体の内側に操縦席のモールドがあるのだ。ここは押しピン跡があるので忘れずに処理が必要なのだ。操縦席は挟み込みですね。そうなのだ。操縦席は塗装後に挟んで接着となるのだ。胴体内側に窓ガラス用のクリアパーツも忘れてはいけないのだ。はいはい。こういった窓パーツは作業時に触って押し込み外れてしまうことがあるので、接着はしっかりと行った方がいいのだ。なるほど。マスキングも忘れずになのだ。胴体のパネルラインもしっかり彫られてますね。尾翼は左右1枚ずつ、カウリングも2パーツなのだ。ここはシンプルな構成なんですね。マニアホビー時代は重油1型のカウリングもついていたようなのだ。そもそもマニアホビーは2機種選択式でのパッケージだったようですね。次はクリアパーツや吊るし物なのだ。はいはい。クリアパーツの透明度は問題ないのだ。ただワンピースキャノピーなので、後部キャノピーを開けて機銃を取り付ける場合はクリアパーツを模型用のこぎりで切断する必要があるのだ。難しいですが開けた方がかっこいいですしね。問題はそれだけではなく、はいはい。胴体との間にかなりの隙間ができるのだ。キャノピーの袴部分が欠落してる部分があり、それをパテで埋める必要があるかもなのだ。クリアパーツなので瞬着は使いづらいので、ラッカーパテかポリパテが良さそうですね。足回りは左右主脚がそれぞれ3パーツ構成なのだ。ビリンは別パーツとして接着するのだ。ビリンは胴体と一体成形の場合が多いので、別パーツの方が取り回しが楽ですしね。吊るし物は上下分割の酸素魚雷がつくのだ。魚雷はスクリューが別パーツなのですね。最後に総評なのだ。1976年発売だが、実はさらに昔から販売されたベテランキット。パネルラインはしっかり彫られたオーモールドで良い感じだが、金型の疲れからかばりが多いと感じたのが残念なところなのだ。なるほど。キャノピーと胴体の接着に苦労するが、簡単に形なる点やコックピットの凝り具合、入手のしやすさ、価格などを考えるとまだまだ選択肢として上がってくるキットなのだ。現代的なディティールを求めるならば、輸入キットのエアフィックスが第一候補となる感じですね。主翼の折りたたみなど失敗しても価格面でのダメージが少ないので、改造に挑戦しても良いのだ。ではでは、次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。